会社で働けるかもしれない。地球の皆さん、こんちゃーす。土屋リオです。はい、ということで今日は社会人としての一般常識を測ろうということで、秘書検定に挑戦しようという企画だそうです。秘書技能検定というのがありまして、社会人に必要なビジネスマナー、敬語、電話対応、実務知識、理論、実技を証明できる社会人必須の知識を網羅した資格。3級から1級があり、2級は合格率 50% から 60% だそうです。はい、今日は2級をねやってみるんですけれども、社会人に必要なビジネスマナーと敬語と電話対応と実務知識何もないんだけど、どうしたらいい？私本当にこの職業でよかったなって思うんだよね。一般常識がないのでちょっと心配なんですけれども、パッションでね、大人なんで私も社会人ですので、ちょっと頑張って挑戦していきたいと思います。秘書検定新クリアテスト2級。次は秘書 A 子が耳にした話の一部である。下から下線部分の用語の使い方が不適当と思われるものを一つ選びなさい。 W 営業所長が来月から本社企画部長に栄転する。2、定年退職された K 氏が運託社員として再雇用される。関連会社の営業強化のため営業部員が 2,3 人出向になる。今度の株主総会で経理部長がヘッドハンティングされて取締役に就任する。経理部長と取締役はどっちが偉いの？来月の新製品発表会の時、応援のため各営業所から若手社員が派遣されてくる。の中で一つだけ間違えているものがあるらしい。わかんないんだけど、全部使わない言葉だもん。営業部員が 2,3 人出向になる。ヘッドハンティングされて。でも急にここでカタカナ出てきて怪しいから4番にします。答えは合ってる、4番。ヘッドハンティングとは有能な人材をある会社から引き抜くこと。そうだ、引き抜きね。部長がその会社の取締役に就任するときに使う。確かにその同じところだもんね。引き抜きじゃないもんな。こんな感じの問題がいっぱいあるそうです。次の鍵括弧内の説明は下のどの用語の説明か、中から適当と思われるものを一つ選びなさい。商品やサービスなどが生産者から消費者の手に渡るまでの一連の企業活動のこと。キャンペーン、マーケティング、プロモーション、パブリシティ、セールスプロモーション。生産者から消費者の手に渡るまでの一連の企業活動のこと。プロモーションは違うじゃん。キャンペーンもきっと違うでしょ。で、パブリシティは聞いたことがない。セールスプロモーション違うよね。なんでそんな難しい言い方するの？じゃあマーケティングにする。合ってる、合ってた、マーケティングです。すごいじゃん。意外といけてるよ、土屋いけてるよ。いけてるって会社で働けるかもしれない。次の鍵括弧内は秘書 A 子が客に対して言おうとしたことである。それぞれを意味を変えずに丁寧な言葉に直して答えなさい。1、上司宛ての伝言を頼まれた時、分かった、確実に伝えておく。待って、秘書 A 子めちゃくちゃワイルドやん。言おうとしたんでしょこれを。分かった、確実に伝えておく。そのままでいいと思うけどな。こちらが下手に出なきゃいけないって誰が決めた？ A 子はこのままでいいと思う。かしこまりました。で、確実にとかも変わるの？変形するの？そのまんま？かしこまりました。確実には確実にお伝えしておきますみたいな。次行こう。2、こちらの失敗を詫びるとき、不手際があったことをすまないと思っている。秘書 A 子めちゃくちゃいいんだけど。お前はそのままでいいよ。3、上司から預かった資料を渡すとき、この資料を渡すように言いつかっている。難しい。A 子の言葉が強すぎてさ、なんか何もこれでいいんじゃないかって思っちゃうんだけど。
上司から預かった資料を渡す時でしょ。でもね、別にどうでもいいやつだったらさ、この資料は渡すように言いつかっている。別に間違えてはないよね。舐められちゃいけないからね、社会。4、自分には分からないことを尋ねられた時、私には分からないので担当の人を呼んでくる。急になんか急に分からぬぐらい言ってほしかった。拙者には分からぬ。はい、答え見ます。かしこまりました。確かにお伝えします。申し伝えますって言うんだって。確実に伝えておきます。確かに不手際がありましたことを申し訳なく存じております。これさ、むずくない？なんかさ、敬語とかさ、こういう丁寧な言葉にさ直されるとさ、なんかさ、申し訳なく存じておりますって言われるよりさ、ごめんなさいって言われた方がさ、気持ち伝わるよね。いちいち不手際がありましたことを申し訳なく存じております。思ってねえだろ。難しい言葉頭で並べて心から出た言葉じゃないだろ。だったら本当にすいませんって言われた方が、めっちゃ反省してるって思う。申し訳なさそうな顔してさ、不手際がありましたことを申し訳なく存じております。絶対思ってない。絶対悪気ないよ。丁寧に言いやがってって思っちゃいますけどね。こちらの資料をお渡しするように申し使っております。もう申しって全部つけとけばいいんだ。申し伝えます。申し訳なくを存じております。申し使っております。4番、私には分かりかねますので担当の者を呼んでまいります。呼んでまいるらしい。申し使わなかったわ、これは。ちょっとこれ英子はでもこのままでいてほしいね。分かった、確実に伝えておく。一番いいキャラしてるやん。友達できそうね。秘書 A 子は上司営業部長からあさっての課長会議の開始時間を変更したいので課長たちに知らせておいてもらいたいと指示された。そこで A 子は各課長にメールで知らせることにした。次はこの時 A 子が行おうとしたことである。A 子期待しちゃうな。A 子の行動。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。1、C 課長は今日は休暇中で明日から出社することになっているので明日送信することにしよう。2、D 課長は欠席と聞いていたのでそのことは了承済みと書き添えて一応知らせておくと送信しよう。E 課長はメールをあまり見ない人だと聞いていたのでメールだけでなく電話でも知らせておこう。F 課長は今から上司と面談することになっているので姿が見えたら知らせようと思うが送信もしておこう。G 課長は遅れて出席すると聞いていたので開始時間が変更になるがいかがでしょうかと書き添えて送信しよう。ポイント、会議の開始時間をメールで知らせる。1個だけ気になったこと言っていい？A 子じゃん、秘書 A 子。なんで課長は C から始まってんの？それ気になって何にも頭に入ってこなかったけど、何がいけないの？不適当と思われるものを一つ選びなさい。答えは1番がダメなんだって。こちらの都合で送信しておけば相手は自分の都合の良い時に読むというもので、メールがね。したがって開始時間の変更メールは上司から指示を受けた時点で他の人と同様に送っておけば改めて送る手間が省けてよい。 C 課長は明日から出社することになっているからと明日送信するのは不適当ということだよ。でもそんなこと言ってもさ、メールは届いたらすぐに返信するみたいな日本人の悪いとこあるからさ、休暇中でも仕事のメール来たらさ C 課長は多分メール返信するよ。休暇中でも良くないと思う。ジャパニーズそういうところ良くないと思う。休みなんだからほっといてやれよ。日程管理。はい、次は秘書 A 子が上司の予定表の作成や管理について行っていることである。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。予定されているがまだはっきりしない予定はカッコ仮と書いて予定表に書き込んでいる。2、上司の私的な予定を予定表に記入するときは上司と A 子だけが分かる記号を使っている。何それなんかいいんだ、そういうのありなんだ。なんかワクワクしちゃうね、そんなんね。なんかワクワクしちゃうよね、そんな秘密の暗号みたいなの。予定表は月日単位の年間予定表と地分単位でまで記入する日々の予定表の2種類を使って管理している。偉いね。取引先と面談した時はその時かかった時間を記録しておき、次回の予定を組む時の参考にしている。急な予定が発生しすでに入っている予定と重なる時はどちらかを優先させるか上司に確認しているようにするようにしている。ポイントは予定表の作成や管理について行っていること。いやでもちょっと
私は2番の2人にしかわからない記号がちょっと気に入ったからこれにします。あ、全然いいんだこれで。4番がダメなんだって。取引先との面談であっても次の面談の時の所要時間が同じになるとは限らない。あ、まあ確かにそれはそうだね。記号、じゃあみんな秘書と俺だけがわかる秘密の記号で記入してるんだ。この日はハートマーク。怪しすぎるでしょ。いいんだ。秘書 A 子は新人 B 子から B 子来た。3名の来客を応接室に案内した時、下の図のどこの席に座ってもらうようにすればよいかと質問された。この場合 A 子は B 子にどの3つの席に座ってもらうように言うのが良いか、次の中から適当と思われるものを選びなさい。選択肢1が154で選択肢が2が152、選択肢3が123、選択肢4が542で523。でもこのお誕生日席はテンション上がるもんな。でもさ152だとさみんなこっち側にいるってことでしょ。別にどこに座ったってよくね。座りやすいとこ座れよ。まあでも入り口の近くはなんか良くないと思うの、偉い人が座るには。ドアから遠いとこがいいんですかね。の場合さ4番と2番はどっちがさドアから遠い？でもさ1番のお誕生日席さ椅子ちっちゃいからさ大きい椅子に座ってほしくない？だってこれないんだよこれ。1番は腕置く場所非常機ないの。1番の席ってお誕生日席って嬉しいけど非常機ないから、このふわふわのソファーで入り口が遠い542にしよう。542は4番。おー正解、4番合ってる。この応接室で来客に座ってもらう上座の順ね。一番奥の5、次が4で、順に2、3になる。また来客2人で対面に応対者が座る場合は5、4が上座になる。もう上座とかもどこでもいいや。好きなとこ座れよ。でも偉い人が言うかもしれない。この椅子がいいって言うかもしれないじゃん偉い人が。でも僕この柄の椅子がいいからここがいいって一番ねドアに近い席座るかもしれない。1番は補助椅子なので奥であっても来客用に。あ、そうだよね、お誕生日席だけどこれないもんやっぱ。これ欲しいんだよみんな偉い人は。はい、でも分かんない、偉い人がさ僕お誕生日席がいいって言うかもしれないから、まあ座りたい席に座りましょう。もうそんぐらいの気持ちでいこう。はい、ということで、秘書検定2級の問題を何問かやってみましたが、なんか分かんなかった。全然私はもうそのままでいいと思うんだ。すまないと思っているでいいと思うの。マナーって難しいんですね。みんないろいろたくさん大人な感じでできて偉い。はい、ということで皆さんもぜひぜひ秘書検定受けてみてください。ということでまた来週バイバーイ。